今日はいつもと違う車でサンルーフの故障原因を探っていきます。Oh, yes. Yeah. Take it. こちらバンクーバーの桜5分咲き6分咲きぐらいでしょうか。皆様いかがお過ごしでしょうか。オートウエストエンドです。今日はなんと BMW X5 の修理ではありません。このチャンネル始まって以来初の違う車両を取り扱います。厳密に言えばゴルフカートを1回レビューしたことがあるので2台目ですかね。友達の家まで今向かっているんですが、サンルーフの調子が悪いようです。その修理をちょっと手伝いに行きます。サンルーフを手動で閉じる方法も動画内で紹介しますので参考にしていただければと思います。はい、めちゃくちゃ新鮮。2014年式のマツダ3です。ハッチバックで日本ではアクセラのスポーツとして販売されていたモデルになります。せっかくだったら洗車したのにと友達は言ってました。ちょっとね、雨に打たれた後撮影してごめんなさい。では早速ヒューズから見ていきましょう。ネットで探したところサンルーフのヒューズは下から5つ目のこの赤い 10A のヒューズです。Yeah. It's still good. 今考えるとボディアース取らなくてもこのヒューズの両端にテスターを当てて電位差を見ればよかったですね。Hi there. So yeah, it says like a 12, so it should be fine. Yeah. So fuse are good. それでは続いてスイッチの不具合を見ていきます。If I push up, that's what they say, the reset. Right. Like for the tilt button, right? Yeah. But I should holding for a while. It's my beamer. I have to hold like 15 seconds. Yeah, Do they even I've need- done it, but it, Oh, okay. like no sound at all, right? シルトボタン長押しでリセットができるはずなんですができません。 If I push back, nothing. Alright. Push ヒュー forward. ズは大丈夫だったので次に考えられるのはスイッチの故障かモーターの故障と。 So I take this. ドームライトを固定しているのは2つのプラスネジ。 Oh yeah. So once it's down, Yeah. that's where I put in the hex key and Right. turn. It's closed manually. But マイクが先端に内蔵されているようなコネクター、これは SOS のサービスとかそういったものですかね。そして今ドームライトのコネクターを外して、そしてこの真ん中にあるサンルーフのコネクターを外しました。パーツナンバーはこちらです。こちらがサンルーフのコネクター。 Switch still. 4ピンあるので確実には分かりませんが、とりあえず同通確認だけしておきました。後ろでスイッチを触りながらいろいろ調べてみましたら、
スイッチの動きに合わせて導通したりしなかったりしていたので、完全には壊れていないのかなというところまで分かりました。続いてモーターも見ていきましょう。分解できればしたいんですけどね。一応この2つのボルトで止まっています。こちらとこちら。That's good. Oh, yes. 僕めちゃくちゃ興奮してますが取れました。2本の黒いギザギザの線、これをモーターのこのギアですね、これが噛み合ってサンルーフを開け閉めしています。僕の BMW X5 のサイドミラーのチルトモーター、その修理を行った際、モーター自体は動いていましたが、ギアの摩耗が原因で動かないということがありました。ですのでこのモーターアッセンブリ、結構いろんなところが原因になったりするので、泥沼にはまらないようにしたいなというところですが、まずはこのギアを目視した状態で動作確認を行います。 Okay, and then can you control the switch? No, no movement, right? Oh yeah, you see. Yeah, it's moving. So And then can you do other way? Is that how you close? Only the tilting function? but that should let it reset, Oh, right? yeah. Maybe this was not tight to the track, like it's working. Yeah, right. Maybe we put it back together, it's just gonna work. モーター自体は動きました。ギアは1つしかないので、それが動いたということはモーター自体は大丈夫なようです。ということはスイッチ、押し上げるようにして押すチルト機能だけ反応して前後にスライドさせる、その機能が壊れている可能性が高いですね。Oh, did it? とりあえずチルト機能は復活しました。 Yeah. You wanna do it one more time? Just holding. Cause mine gotta do it twice. Just hold it 15. Oh yeah. Oh, there you go. Yeah. That's the reset, right? Yeah. And then Just close. Try to operate. Doesn't. Oh. Tilting is good, huh? But doesn't close. doesn't go down. Other people say it could be a block in the track or something, Oh, okay. but I can't. I mean, Like, how can you tell, right? yeah. If something's stuck in there. Could it be that this is just loose? Yeah. Because it seems kind of loose. Yeah. Like, You wanna tighten up? but what's causing it to be loose? まだ故障箇所いろいろ考えられますが、とりあえず閉まらないサンルーフを手動で閉めていきたいと思います。先ほどボルトがついていたそこの外周の形がちょうど六角棒 4mm がはまる大きさになっていますので、回すことで閉めることができます。 Yep, yep. Good, good, good. Yes. はい、閉まりました。今回の診断結果、おそらくスイッチの接触不良かなと思われます。モーターアッセンブリは結構高価らしくて、そして一番安いのがこのドームライトも含めたスイッチアッセンブリ、新品で8000円ぐらいとのことでしたので、もう友達オーダーしてみると言っていました。もしそれでダメだったら、モーターのギアとそれに連動して動くレールのようなギザギザのパーツ、その相性がうまくいってないのかもしれません。ということで僕はキロについています。ちょうど結構強い雨が降り出してきました。
それまでにサンルーフ閉めれてよかったなという感じでしたが、また友達と予定が合えば一緒に直していければなと思います。続報をお楽しみにしていてください。ということで今日はマツダ3アクセラスポーツのサンルーフの不具合を見てきました。スイッチの外し方や手動でサンルーフを閉める方法など参考になったという方はいいねボタン、登録ボタンをお願いいたします。それでは今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。